こんにちは。今回はスペースバスで利用した垂直尾翼の製作手順を紹介します。ワイヤーグリッチなどを使った少し複雑な内容になりますので、あくまで参考程度にご覧ください。それでは始めてまいりましょう。まずは基地パーツ設置のガイドとなるコルベット線を作成します。船の中心から後部に2ブロック分の長さを取り、最後尾は地面につけます。ガイドとなるコルベット線はこのようにしました。次に基地の建設パーツを利用できる環境を準備します。作業は離着陸場が建設されていない開拓地で行います。理由はコルベット線の初期配置場所周辺に平坦なエリアを確保しやすいからです。開拓地に初期配置のコルベット線がある状態で基地のコンピューターの設置場所を探しましょう。開拓地からは300ユニット以上離れていて、初期配置のコルベット線からは300ユニット以下の地点周辺で設置できる場所を探します。設置可能な場所を見つけたら基地のコンピューターを設置してコルベット線まで戻ります。コルベット線に戻ったら基地パーツのガイドを作成していきます。ここで注意事項です。より精度の高いガイドを作成するにはこのようにグリッチを多用した多くの工程が必要です。今回はこの方法ではなく、簡易的にガイドを設置する方法で進めていきます。それでは作業しやすいように一人称視点にしましょう。まずはコルベット線の最下部コンテナに密着させる形で壁を表示します。次にこの壁がコンテナの中央と下部のフレームラインに沿うポジションを見つけましょう。調整が終わったら対象の切り替えボタンを押して設置ターゲットを基地のコンピューターにします。そうすると壁が設置可能になるのでそのまま設置します。設置できたら精度確認のためコンテナを包むように両サイドに壁をスナップ配置しましょう。この状態で精度の確認をします。両サイドの壁の表示領域や上辺のラインがコンテナに沿っているかを見て判断しましょう。ズレが気になる場合は壁を削除して再配置しましょう。今回は両サイドとも大きなズレはなかったのでこれで進めていきます。まずは高さを調整します。コルベット線のモジュールと同じ高さに床を設置しましょう。次に電動ドアを外向きに両サイドに設置します。設置できたら間の床を削除しておきましょう。この状態で縦置き用のガイドをワイヤーグリッチで作成していきます。まずは左舷側からです。ビルドメニューで床を選択し、先ほど削除した床の位置に合わせます。配線の切り替えボタンと建設ボタンを同時押しして床の中心部分からワイヤーを引っ張ります。引っ張ったワイヤーは左の電動ドアに配置しましょう。次に一段上の部分から同じくワイヤーを引っ張り左の電動ドアに配置します。この状態になったら下のワイヤー支点から上のワイヤー支点に向かって新しいワイヤーを縦に配置します。この縦のワイヤーが配置できたら左の電動ドアとそれに接続したワイヤーは削除して構いません。次にコルベット線メニューから営用ユニットを選択し配置対象を基地のコンピューターに変更します。変更できたら配線の切り替えボタンを押して先ほどの縦のワイヤーの上部から配線を引っ張ります。引っ張ったワイヤーは下部のスナップポイントに合わせましょう。この状態で配線の切り替えボタンと建設ボタンを同時押しすると営用ユニットが縦向きに配置されます。この営用ユニットがコルベット線の左舷用パーツ縦置きガイドとなります。配置がうまくいったら縦のワイヤーも削除して構いません。
では同じ手順で右舷側も配置します。下のワイヤーを張り、上のワイヤーを張ります。下の支点から上の支点へ新規ワイヤーを張り、それ以外を削除。栄養ユニットを選択し、配置対象を基地のコンピューターに変更。配線の切り替えボタンを押して、縦のワイヤーの上部から配線を引っ張り、下部のスナップポイントで配線の切り替えボタンと建設ボタンを同乗し、これで右舷用のガイドも配置できました。次に、転送グリッチで基地のコンピューター所属の栄養ユニットをコルベット線所属に変更します。編集モードで栄養ユニットをターゲットし、移動ボタンを押しましょう。その状態で配置ターゲットをコルベット線に変更し、キャンセルボタンを押します。そうすると移動キャンセルとなり、栄養ユニットは元の位置に戻りますが、所属が基地のコンピューターからコルベット線に変更されています。同じ手順でもう片方の栄養ユニットも所属をコルベット線にします。ライトを押し当てると、どちらもコルベット線の所属になっているのが確認できます。これで右舷用と左舷用の縦置きパーツガイドの設置は完了です。宇宙ステーションに戻りましょう。宇宙ステーションに戻ると、コルベット線に栄養ユニットが配置されているのが確認できます。あとはここにコンテナをスナップさせれば、コルベット線パーツを縦置きで利用できます。また、アンバサダー Q 通路を利用して、コンテナの前後も確認できます。コンテナ下部のパイプが長い方が前で、短い方が後ろとなります。前後に依存するパーツを利用したいときは、注意して設置しましょう。最後に、縦置きパーツの座標系についてお話ししておきます。パーツの縦置きは単純にパーツが90度回転しているのではなく、空間自体が90度回転しています。なので、パーツを Y 軸のマイナス領域に配置できないという制約も90度回転しています。右舷側から見たとき、左舷側は Y 軸のマイナス領域にあたり、逆に左舷側からは右舷側が Y 軸のマイナス領域となります。双方の縦置きパーツは逆の領域に侵入できないため、それぞれに縦置きガイドが必要になるわけです。このように、右舷と左舷の座標系が異なるため、中央でパーツの位置を揃えるためには、コルベット線を基準とした正確なガイドが必要となります。いかがでしたか？今回は縦置きパーツをコルベット線に配置する手順をおさらいしました。制作の細部までこだわりたい方は、ぜひ活用してみてください。この動画が参考になったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、良い旅を。